はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、超おしゃれな広告バナーだったりとか SNS で使えるプロモーションバナーみたいなのが誰でも簡単に作れるアプリを紹介したいと思います。で、私ですね、最近パーカーを新しく作ったんですね。自分のロゴとか iPadMate のロゴとかアミティ先生のロゴとかを使ってパーカー作りたいなとずっと思ってて、それをですね作ってようやく完成したんですね。で、カラーバリエーションも結構作って、オリーブとか赤とかネイビーとか黒とかね作って、ちゃんとこうやって写真も撮ったんですね。で、じゃあこういった自分が作ってる商品とかを、例えば SNS でちょっとプロモーションしたいとか、みんなにお知らせしたいっていうのが多分皆さんにもそういう経験あると思うんですね。で、自分で商品とか作ってない人とかでも、例えば自分の自撮りの写真とかおしゃれに撮ったやつをちょっと加工を加えて SNS にアップしたいみたいな人もたくさんいると思います。で、そういう人がですね、バナーとか作りたい時に、デザインの自信がなくても本当に簡単におしゃれなバナーが作れるアプリです。で、それがですね、オーバーっていうアプリです。で、今まで1回だけ動画で紹介したことあるんですけど、本当にちょっとだったので、今回はですね、もうしっかりこのオーバーについて解説したいと思います。で、このオーバーはですね、基本的にはレイアウトアプリですね。デザインを作る、アプリなんですけど、自分でデザイン作ることもできるし、テンプレートみたいなのがたくさんあって、それに沿って簡単にバナーを作ることとかもできます。で、このオーバーなんですけど、基本的には無料でダウンロードできるし、一部の機能は無料で使えます。で、それ以上もっと使いたいなと思ったら有料で課金する必要があるんですけど、サブスクリプションになってて、1ヶ月1000円ですね。ちょっと高めですね。で、年間で買っちゃうと7000円で済むよっていう話ですね。で、私も年間で買ってるので、有料の機能をちょっと今日は紹介したいなと思うんですけど、無料の機能でもそれなりに作ることはできます。ただ、有料でどこまでできるんだろうって気になる人いると思うので、今日は有料でどこまでできるのかっていうのをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。本当におすすめのアプリなので、ぜひね、最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあオーバーのアプリ立ち上げていきます。立ち上げると最初こんな画面になってるんですけど、下にですねタブがあって、ここを切り替えてやっていくんですけど、よく使うのがこのテンプレートっていうところと真ん中のプラスボタンです。真ん中のプラスボタンに関しては新規で作りたい、まっさらの状態から作りたいときはプラスボタンから始めていくんですけど、テンプレートのタブに行くとこんな感じですっごいおしゃれなデザインテンプレートがたくさん載ってます。でもずっとスクロールしてもですね、もう終わりがないぐらい本当にたくさんあるんですけど、ここで自分の好きなテンプレートを見つけて、それを編集していくっていうのが一番簡単なやり方になります。で、上のところにもタブ切り替えのボタンみたいなのがあって、例えばここのクオートっていうのを押すと、こういう文字を載せるためのテンプレートですね。おしゃれな名言集みたいなのを作りたい時とかは、このクオートのボタンを押して、文字をタイピングするだけでおしゃれなものが作れるっていう、モードみたいなのところに行きます。で、他にもいろいろあって、バースデーカードとかも面白いですね。すごいポップなやつからおしゃれなものまでたくさんあったりするし、あとインスタグラムのストーリーのところにあげる、カードみたいなのを作ることもできます。インスタのストーリーって縦長なんですけど、こういう縦長の画像をおしゃれに作るテンプレートがたくさん載ってます。で、私個人的におすすめなのがこのフライヤーポスターっていうボタンなんですけど、これはフライヤーのサイズですね。ポスターサイズで画像と文字がおしゃれに組み合わさったテンプレートがたくさん載ってます。なんで自分でお店やってるとか自分の商品作ってる人とかは結構おすすめなモードなんですけど、今回はですねちょっとこれを使って、サンプル1個作ってみたいと思います。で、テンプレタッチするとこんな感じの編集モードに入るんですけど、やることとしてはですね、もう本当に簡単で、この画像を選択して切り替えるだけで大丈夫なんです。で、画像をタッチするとこんな感じの項目が出てくるので、この中からリプレイスっていうのを選んでください。で、そうすると写真アプリが立ち上がるので、ここで自分が撮った写真をですね選ぶだけです。で、そうすると勝手に切り替わってくれるんですけど、切り替わるとですね、ここに下にタブがたくさん出てきます。で、カラーフィルターとかももう入ってますね。なのでここで自分で好きな加工とかも加えることができます。で、今回はカラーフィルターやらないのでノーのやつにして、
あとエクスポージャーとかちょっとかかってたりするので、デフォルトでこのテンプレートに合うためにこのカラーフィルターみたいなのがかかってるので、それちょっと直します。でそのさらに下のタブのところに行くとクロップっていうのがあるので、ここでトリミングとかをすることができます。でサイズ決まったら右上のチェックボタンで OK です。で、後ろの画像とかもちょっと今色がね合ってないので、これとかも変えたいですね。でそういう時は後ろの画像をタッチしてエディットっていうボタンが出てくるので、エディットでさっきと同じですね、このフィルターとかを変えたりとか、あと細かい調節をさらにその下の段の、項目で変えていくっていう感じです。で今回の場合だとこれちょっと黄色みがかってると思うんですけど、それはですねこの調整パネルのワームスっていうところの値がめちゃくちゃ上がってるんですよ、デフォルトで。なのでそれを下げてあげるとこんな感じで黄色みが収まってくれるというかね、ちょっとクールな感じになるので、ここで調整していくっていうのがいいと思います。で後からまたフィルターを変えていくと多分自分の思い通りのデザインになっていくと思います。で真ん中のテキストの編集に関してはテキストタッチしてチェンジテキストっていうのを押すとこんな感じでテキストを打てる項目に入ってくるので、ここで自分の好きなテキストを打ってください。でできたなって思ったら右上のチェックボタンで完成です。もうめちゃくちゃ早くないですか？しかもすっごい簡単だし、もう本当に画像を切り替えてちょっと色のフィルターいじっただけみたいな感じなんですけど、それでもうこんなおしゃれなのができてしまいます。で、書き出し項目に行くとですね、セーブイメージっていうのがあるので、セーブイメージして写真フォルダの中に、保存してください。でこの要領でですねもうバンバン画像を作っていけるので、ちょっとこれで私がねさっき撮ったパーカーの写真をですねいくつか貼り付けて、おしゃれなちょっとポップアップバナーというか広告バナーをたくさん作っていきたいと思います。で、さっき上のところでねこのタブのところで、選んでもいいよっていう風に言ったんですけど、本当にこういうバナーだったりとか、あとはロゴとかもねあるので、この辺はちょっと見てみてください。で今回ちょっとおすすめしたいのがこの真ん中のプラスボタン、ここがですね結構面白いので、これで遊んでみたいと思うんですけど、一番上はですねバックグラウンドって言ってもプレーンな状態から真っ白のキャンバスから始まっていくので、真ん中がちょっとおすすめ欄みたいな、フューチャーって言っておすすめ欄で、下のところここにレイアウトコレクションっていうのがあります。ここが私めちゃくちゃ気に入ってるのでここを見たいんですけど、このレイアウトコレクションの右側に See All っていうのがあるので、ここを押すと、このレイアウトコレクションって言って、同じようなトーンマナというかトーンのコレクションがですね詰まったパッケージみたいなのがたくさん見れます。例えばこういうファンシーなテンプレの同じようなカラー、同じようなニュアンスのサイズ違いのものがたくさんあったりとかしますね。でおすすめはですねこういうゴールデンメモリーズって言って金箔がちょっと散ったようなテンプレのパッケージなんですけど、ジュエリーとかそういうアクセサリー系の写真をポンって載せるだけですごい映えると思います。であとはフェイバリットシーズンって言って、季節ごとのちょっとフライヤーみたいなのを載せるときにすごいいいです。クリスマスみたいなのだったりとか春とか秋とかそういうものを作りたいなと思ったらこれにしてください。であとはスクラップボックスとかっていうのはこういう切り貼りの絵みたいなのを作りたいときはこれを選んでもらったらいいし、あと男性とかだったらモノクロームとか結構いいと思います。本当にシンプルでスタイリッシュなデザインが簡単に作ることができます。で今回この中からリテールモダンミニマルっていうのがあるのでこれ使います。服の写真を載せたいので、リテールのシリーズを選ぶのが一番いいかなと思いますね。で今回はちょっとこの横長のやつを選択して、こんな感じで画像枠が用意されているのでここにタップして自分の写真を選んでいくだけです。で画像が今ちょっとくすんじゃってるというか色が浅い感じになっちゃってるんですけど、これもともとテンプレートを使った時に勝手にフィルターかかっちゃってるので、これ選択してエディットっていうのを押してさっきと同じようにこのフィルターを変えていきます。で今回フィルターかけたくないので一番左側のノーンってやつを押します。で画像の拡大縮小に関しては、指でピンチインピンチアウトするとこう大きくなったりするので、これでサイズとかを調整していってください。
で次テキストを変えていきます。テキストタッチすると編集項目になるので、さっきと同じように文字を変えていって、で下のところをですねこうやってスライドするとフォントが変わります。でこのオーバーすごいのがめちゃくちゃたくさんのフォントがあるんです。もうすっごい種類が豊富で、それがすごく私気に入ってるんですけど、こういう手書きみたいな文字もあれば、サンフランシスコっていうアップルが公式で使ってるような、すごいシンプルなフォントもあったりとか、すごいコラージュなんかゴテゴテのフォントもあったりとか、本当に面白いフォントがたくさんあります。ぜひこの辺もねいろいろ見てもらえると嬉しいなって思います。で、これ文字ね全部変えていきます。でコツはですね、あんまり1枚の画像にいろんなフォントを使いすぎないってことですね。今回手書き文字っぽいものを使ってるんですけど、1個手書き文字っぽいのにしたら他も同じような手書き文字にしたりとかすると。で他のやつがボールドでゴシック体みたいなやつにするんだったら、全体的にそういう風なトンマナに合わせるっていう風にしたらいいと思います。上級者になってくるとこれをね組み合わせてうまいこと作っていったりするんですけど、なかなか初心者のうちはうまくいかなかったりするので、できれば同じようなフォントを使って1枚の絵を作ってみてください。で上のタイトルのところちょっといいフォントがなかったんで、自分のロゴをねちょっと追加したいと思います。左下のイメージタブのところにですねロゴを追加できる項目があるんですけど、ここで自分が書いた手書き文字をピングで保存しておいて、それを呼び出したりすることもできます。なので自分のロゴを持っている人はここでやってもらえれば大丈夫です。はい、じゃあ次いきます。次めっちゃおすすめのテンプレです。さっきのレイアウトコレクションの中の、リーフィーシャドウっていうのがあります。でこれはですねこの葉っぱのシャドウがちょっとかぶさったようなデザインなんですけど、シャドウの下に画像を置くとですねすごくおしゃれになるんですね。でもすごいなんか爽やかでちょっと夏っぽい感じになるんですけど、ちょっとこれで1枚作ってみます。で作ると言ってもですね、さっきと同じようにもう画像を載っけるだけなので、プラスボタンで、このネイビーのパーカーを選択して、ちょっとエフェクトかかってるのでそれを外すだけで、自分でちょっと明るくしたいなと思ったらその下のエクスポージャーとかで明るくしても OK です。でもこれだけです。でちょっとこの葉っぱのシャドウが上にかかってるのがわかると思うんですけど、こういうのがちょっとあるだけですごくおしゃれに見えますよね。でこれはもうこれで保存しておいて、ちょっと色違いも作るとおしゃれになるのでそれ作っていきます。複製するときはですね右下のところのタブに行って、そうすると今まで作ったやつがこんな感じで見れるんですけど、これをですね長押しして、ジュープリケイトっていうボタンがあります。ジュープリケイトは複製っていう意味なんですけど、そうすると同じものが2個現れるので、またこれを選択して、画像を選択で、チェンジで画像を切り替えるだけです。で赤パーカーが乗りましたね。で背景の色を変えます。背景色を変えるときは背景のところを長押ししてエディットのボタンを押します。でそうするとこのカラーパネルが出てくるので、ここで左右にスワイプするとこうおすすめのカラーみたいなのが出てきて、一番右側が自分の好きなカラーピッカーなんですけど、おすすめのやり方としてはこのベースのネイビーのカラーを選択するとエディットっていうボタンがさらに出てくるので、ここで色相を変えていく。一番上の色相のスライダーを左右にスワイプすると、明るさとサイドは固定されたまま色味だけが変わっていきます。こうすると結構トンマナが合うというか、同じような雰囲気の色合いにすることができるので、上のカラー変えてちょっとサイドを上げたり下げたりしてすると、こんな感じでシリーズっぽいデザインを作ることができます。はい、じゃあオリーブと、ブラックも作れたので、ちょっと一覧で並べてみます。でそうするとこんな感じでめっちゃおしゃれじゃないですか。
色違いなんですけど色のトーンが一緒だったりとか、あとはまあシンプルだし、ちょっとしたエフェクトだったりとか、数字の感じもめちゃくちゃおしゃれですよね。でまあこれもほぼテンプレ通りにやっただけなので、まあ強いて言うならこのリーフシャドウっていうか草のシャドウの位置とかね、ちょっと変えれたらいいなっていう欲はあるんですけど、まあ本当に何も考えずにここまでできるっていうのはめっちゃすごいなって思います。はい、じゃあ最後ね、もう一つだけやって終わりたいと思います。本当はね、もうめちゃくちゃたくさんいいのがあるので全部紹介したいんですけど、ちょっと時間長くなっちゃうので、最後これ、B ボールドっていうパッケージが結構使えるので、これもおすすめです。で、これはすごい太文字と、あとビビットカラーの合わせ技みたいなやつなんですけど、まあじゃあ例えばこういう赤と黄色のテンプレートを開いて、今度はですね、ちょっと私が服着てるやつを見せたいと思います。でこれ私がこのパーカーを作ってる時に撮った写真なんですけど、まあ試着してる時からめちゃくちゃ着心地が良くて、もうサイズ感も超いい感じで、これ着ると足がすごく細く見えるっていうね、いい効果もあるんですけど、まあそんな感じですごいいいやつなので、ぜひ買ってくださいっていう、まあちょっと宣伝みたいな感じになるんですけど、まあ自分の写真とかを配置して、テキスト同じように編集もできるし、もう少し大きくしたいなと思ったらトリミングとかしてもいいですね。でピンチインピンチアウトで、サイズ変形とかもできます。はい、じゃあこれもちょっとシリーズみたいな感じでレッドできたんで、ネイビーも作っていきます。でこのネイビーに関してはめちゃくちゃ売れてて、結構もう在庫がなくて、ちょっとサイズによってはね、サイズが切れちゃってるやつがあってですね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、次ねいつ作るかちょっとわからなくて、冬ぐらいになるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、サイズ残ってるやつもあるので、ぜひよかったら見てみてください。で背景とか色はこのままでも十分かっこいいんですけど、もし自分のプロダクトを作ってる人だったら、そのプロダクトのキーカラーみたいなのを決めておいて、そのキーカラーにこの色を合わせた方がいいと思います。今回ネイビーなので、ちょっとネイビーっぽい色に合わせた方がそれの印象を刷り込みやすいというか、まあ、パッと見てそういう印象を相手に与えることができるので、ちょっとした色とかねこだわるといいと思います。はい、じゃあこんな感じで全部完成になります。で、作ったやつは全部写真フォルダの中に保存されているので、ここで見ることができます。で、ちょっとね全部並べてみました。でこの2つはトップのテンプレートっていうタブのところにある素材の中から選んで作ったやつなんですけど、まあ、レイアウトとかって難しいのが、画像の位置とか大きさ、あとは文字のどこに置くかとかが結構難しいんですけど、それを全自動でやってくれるっていうテンプレートですね。もうものすごい強いなっていうまあデザイナーからしたら脅威なんですけど、まあこんなのが簡単に作れたりとか、あとめっちゃシンプルにしたいときはもう本当にこういう白に画像を載せて、ちょっとおしゃれな文字を入れるだけっていうのがおすすめです。でこれ私のお気に入りのやつで、レイアウトコレクションの中のリーフィーシャドウですね。でもこれとかもう店頭の POP にあっても全然おかしくないなぐらいのクオリティで、まあ、このテンプレートを作った人がまずすごいなって思うんですけど、まあ、これめっちゃおすすめなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。であとはこのポップなやつなんですけど、これとかはですね結構スポーツ系の商品を載せるとおしゃれになると思います。まあ、靴だったりとかトレーニングウェアみたいな写真があるとしたら、それを載せると結構それっぽくなるので、そういう使い方をする人におすすめです。はい、ということで今日はちょっと長くなっちゃったんですけど、以上にしたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。本当にすごいおしゃれなテンプレートがめちゃくちゃたくさんあるので、ぜひ見るだけでもですね、ぜひ一度見てみてください。で、いいなと思ったらぜひ課金を、ちょっと高いですけどね。でもデザインをしてない人には本当におすすめ。できる人はそれで作ればいいと思うんですけど、できない人がもう本当におしゃれなものを作れるアプリだなと思うので、ぜひダウンロード課金してみてください。
で、私のパーカーもちょっと前から売り出してるので、本当はね、もうちょっと前に売りたかったんですけど、ちょっとコロナの影響で生産が止まってて、しばらく作れなかったので、今回のやつも作り終わっちゃったら、次の冬までちょっと作れないので、ぜひですね、今のうちに、よかったら買ってもらえると嬉しいです。私はもう赤とネイビーと、あと黒をよく着てますね。iPadMate の黒のパーカーもあるので、ぜひよかったら、サイトの方リンク、概要欄に載っけておくので、ぜひ見てみてください。はい、ということで今日は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。